今回は19世紀の画家ウィリアム・ブグローの絵画技法について考察をしてみました。後半、技法の再現も無謀ながら試みましたので、ぜひ最後までご視聴いただけたらと思います。ブグローという画家をご存じない方も多いと思いますが、こちらの絵はご覧になったことがあるのではないでしょうか。この絵を描いたのが今回取り上げるウィリアム・アドルフ・ブグローです。ブグローは19世紀後半、アングル亡き後のフランスアカデミーに君臨し、当時最も権威のある画家として評価をされていました。一方、印象派たちなど革新的な画家たちからは最も敵視された存在でした。その後、印象派たちが次世代のアートの中心的存在として評価を受けることになったので、次第にブグローはほとんど知られない存在になってしまいました。それではそろそろブグローの技法について考察していこうと思いますが、こちらの絵の制作時の写真が残されています。こちらですが、アップで見てみると、ちょうどワンチューンを置いているあたり、まだ描いていないところが白より少し濃いトーンになっているように思えます。こちらの修作のように、このような色が背景に塗られていたのかもしれません。こちらは最晩年の未完成で終わった作品です。アップしてみるとこのような感じです。さらにアップして見てみると、明るめの下地に薄い絵の具で点描のように塗り重ねているのがわかります。こちらは印象派のルノワールの作品、少し似ているように思えます。ここで当時のアカデミーで教えられていたエボーシュという短時間で描く油絵の制作方法を紹介します。こちらはシャルル・グレールによるエボーシュです。モネ、バジール、ルノワールといった印象派の画家たちの多くがこのシャルル・グレールのアトリエでアカデミックな絵画教育を受けました。こちらはブグローによるエボーシュです。エボーシュとは固有色で一気に描き上げるアラプリマ技法を用いた短時間で仕上げる油絵によるスケッチのようなものです。アカデミーの授業での短時間の制作のため便宜上行われていたエボーシュですが、その表現の生き生きとした感じから当時のアカデミーで学んでいた後の印象派の学生たちに大きな影響を与え、彼らのスタンダードの描き方として取り入れられていったようです。それではエボーシュはどのように制作されていたのかを模写をして再現してみようと思います。
かがだったでしょうか。ルグローの技法の考察に戻りますが、最晩年の作品を見るとエボーシュに近いアラプリマ技法で描いていたように思われます。またこちらの写真からもわかるように、白ではなく有色の下地の上からアラプリマ技法で描いていることもあったようです。他の作品の色調で見てみると、有色下地の上からアラプリマ技法で描くのがルグローのスタンダードな描き方だったのではないかと思われます。アラプリマ技法は17世紀に活躍したハルスなども有名で、その後の時代もよく使われています。ルグローが学生の頃からこの技法に触れていることは確かです。ただ、ルグローは70年ほどの長い期間にわたって絵を描いていますので、グリザイユやカマイユといった他の技法で描いていた時期もあるかもしれません。革新的なことはあまりお伝えできず、非常に曖昧な考察となりましたが、少しでも皆さんの絵の研究のヒントになれば幸いです。それでは最後にルグローの作品を年代順でご覧ください。